わざわざこと本読めば分かんねやから別にお前から聞かんでええんやん。お前はどう思ってんねやって話なんだよ。これこのパッと思いついたアイデアっていうのは大概翌日目が覚めたら、大したことないっていうのが普通なんやけど。皆さんこんにちは。吉田塾の塾長吉田正樹です。僕は企業支援プロデューサーとして30年以上2000社以上の企業に関わってきました。それ以外にも大学院で教授として企業を教えたり、政府のプロジェクトでプロデュースをさせていただけたりとかいうことで、この30年間実践で企業支援をさせていただいたノウハウを皆さんと共有したいというので、この番組をご提供をしています。ぜひともチャンネル登録してください。それでは早速始めましょう。今日はですね、企業についての、おすすめの話をここまで聞いてきたんですが、さすがに事業アイデアのない方はちょっと起業するべきではやっぱりないですよね。前の話で何をしたらいいか分からへんっていうのと近いとは思うねんけど、ただ企業同期で、例えば技術がありますと、この技術で起業したいですとか、この社会課題を解決したいので起業したいですとかっていうふうに、その起業の目的とか、起業のアイデアとかいうのがはっきりしてると。技術とか社会課題じゃなかったもですけど、商売のアイデアみたいなものをパッと思いついてですね、これいけんちゃうんみたいなんで、これで起業しようみたいな。ただこのパッと思いついたアイデアっていうのは大概翌日目が覚めたら大したことないっていうのが普通なんやけど、それ以外に単に社長になりたいっていうやつもおんのよ。どういうことですか？要は吉田さん、僕社長になりたいんですけどなんかいいアイデアないですかって、何でもええわってやつがおるのよ。で別にこれもそんなに悪いとは思わないんだよね、僕はね。昔は志ない企業はダメだみたいなこと言ってたけど、40年30年前は。今そんなこと全然言わないんで、とりあえず社長になりたかってなるんやったらやってみたらみたいな感じなんやけど、その時ってさ、これも昔すごい議論になってんけど、フランチャイズは起業かみたいな話な。これってほんまに30年前はみんなで議論してんで、それは起業じゃないんとちゃうって。でも今はそれこそもう世の中の状況が多様化してですね、前も少し話したけど副業とか兼業みたいなものも起業の一つということで、認知されるような時代になってきたんで、フランチャイズの事業って要はもともと本部フランチャイザーが、それは例えばやけどマクドナルドなのかセブンイレブンなのか、これ丸パクリしますって話やろ。オフィシャルにパクってくださいみたいな、もっと言うたらオフィシャルにパクるための資料も全部お渡ししますって。だからもし何か面白いアイデアがあって面白い商売を見つけて世の中でそれをパクってやりますよというのも、別にそれは全然いいんちゃうかなとは思うけど、結局どうなんですか？吉田さんのお考えではフランチャイズは起業とみなすんですか？今は全然フランチャイズっていうビジネスパッケージを使って起業する A 君っていう感じかな。だから別にそれは全然起業ですよ。それと起業のハードルが高いということであれば、ひょっとしたらフランチャイズっていうのはそのハードルを下げる役割を担ってはるんかもしれないし、別に問題ないです。ただそのフランチャイズじゃなくっても蕎麦屋やりたいと思ったら一番いいのは蕎麦屋で修行することやで。どんな商売もそうやけど、輪島塗の職人とか京都で言ったら組子やってますとか、こういうところに勤める子ってさ、みんな独立志向やろ。いや、そりゃそうですよね。いつかは自分の窯を持ったりとか、だからそういう時に将来自分で独立したいねんけど、そのために今は自分が憧れる、もしくは自分がこの師匠がええなっていうところに弟子入りして、要はパクリに行ってるわけやな。師匠もこいつがずっとわしのところに終身雇用でいてるなんてことは思ってへんわけで、これも結局は僕はもうオフィシャルにパクリに行ってますみたいな感じだと思う。これもいつも話するんだけど、パクるとマネるはちゃうねんやな。広辞苑ではどう言うてるか知らんけど、吉田辞典ではパクるというのはコンセプトをパクる、考え方をパクる。真似るっていうのは姿とか形を真似る。ちょっとよくわからない。ちょっとよくわからへん。それまで読んだり書いたり見たりして刺激を受けてることそのものが僕の頭の脳の中にあって、でそこに自分の 1% のオリジナリティがセットされたことによって新しいものになって、これが例えばけど僕のオリジナルのある考え方みたいになると思うねやんか。基本的
的なところはそのさっきの見た目とか形とかじゃなくって、その考え方そのものをパクらなあかんよって話やねん。昔30年ぐらい前やけど子供用品の仕事してたやんか。これ人に聞いた話やねんけど、ドイツで世界でかな一番大きな玩具の見本市があんのよね。で当時日本の商社の人たちがそこへ行くと、日本人お断りのブースがたくさんあるんよ。日本人めちゃくちゃ嫌われてたんや。なんでか言うとマネるしや。向こうのなんとか村のなんとかおじいちゃんとなんとかおばあちゃんがコツコツ手仕事で作ってる、積み木があったとするやんか。でその積み木がすごい人気やねんけど、手で作ってるっていうのもあるんでそんな数できへんやんか。でもそれを日本人が見て、これがすごい人気でこの積み木がええとなったら真似て安物の材料にして半額ぐらいにしてバーッと売るわけやんか。でそういうのがもうたくさん当時あったみたいねんな。だからそのドイツの人たちとかその玩具の世界の玩具の業界では日本人は真似するっていうんで嫌われ者になっとったよな。これ割におもちゃの業界では有名な話なんやけど、白本付き玉の塔っていう商品があったんやんか。これひょっとしたらここに出してくれてもいいけど、写真検索したらすぐ出てくるの。こう写真出してくれて、こういう風なぐらいの大きさでこうスロープになってるの。でここに穴が開いてて玉入れるわけ。ほんだらそれはコロ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 、この一番最後のスロープのところの一番最後の4段だけが鉄筋なんや。そこをその玉がポロポロポンと落ちるねん。そうすると子供がめっちゃ喜ぶねん。2歳から3歳ぐらいの子供がこれにハマるわけよ。これをずっと続けるんよ。何がおもろいねんって話やんこれ。そうですね。何がおもろいねんですよ。これってさ、幼児教育してる人の人に話聞いたら、これ安心感があるねんて。同じ結果になるのが面白いねんて。これがこの玩具の基本的なコンセプトなんよ。でこの同じ結果になることによって子供はそれにすごく安心して、それが面白いということをパクれば他のいろんなおもちゃを作っていけるはずやねんけど、日本人は白本付き玉の塔そのもの真似よんねん。ちょっとわかる気が。ちょっとわかる、はい、こういう遊びをパクりましょうっていうのが真似るとパクるの違いのコンセプトをパクる。それでもう一個はパクる時は徹底的にパクる。隅々まで全部パクる。いいことか悪いことかって言ってさっきの話あるやるけど、昔は東京で流行った商売をパクって大阪でやるんよな。今はインターネットの時代やからそんな同時多発的に流行るからできへんけど、昔時間差あるやんか。今やったらアメリカで流行ってるものを日本に持ってくるってあるやんこれ。もうよくあります。でこれがさっきの話の一つであるフランチャイズもそうなわけやんか。でそういう時になんか知らんねんけどみんなパクるっていうことがやっぱりちょっと後ろめたいんかな。ちょっとアレンジしたがんねんみんな。何か知らんねんけどやっぱりアメリカと日本はちゃうよねって言って、大阪と東京違うよねみたいなのでちょっとオリジナリティ出したがんねんみんなな。これで失敗するの。パクるんやったらもう徹底的にパクらなあかん。パクるんやったらもう徹底的にパクらなあかん。徹底的にパクってから、もしそれが大阪のマーケットにここの部分が合わへんやったらここの部分を修正していくみたいなことは必要かもわからへんねんけど、鼻から味変するなと。そうそれでそれはもともとさ手張りってあるやろ、守るに破るに離れる。でこれって茶道とか華道とか弓道とか道を極めるようなものとか、あと職人の世界みたいなものも師匠がやってることを真似るんやんか。徹底的に真似ることで体に刻み込むっていうことが実はこれコンセプトをパクってることになるんだな。まず体で覚えるわけやなみんな。職人もそうやけど芸人もそうやねんけど、その道をしてる人たちは。でそれで徹底的に師匠のことをパクったらいくつか、当然やねんけどルールがあるわけやんか。これを破るわけやな。次はアレンジするね少しな、きっとな。そこで初めて自分のエッセンスを加える。自分のエッセンスを加える。でそこで師匠とは違うオリジナリティを出すんやけど、その次は宗派理やから離れるんよ。だから自分の宗派を作るんよきっと。なるほど。物事ってのはこの順番でいかなあかんな。だから一番最初はその先のどっかの商売を持ってくるって話も含めてだけど、徹底的にパクりましょうっていう。で僕はどっから自分のオリジナリティになるのかなっていうことをいつも考えてるんや。今はもうほとんどそのネットでしか本買わへんので、本当に本屋さんに行く機会が少なくなってる。昔は本屋さんブラブラするの好きやったんで、出張とかに行って時間があると本屋さんブラブラ、そしたら哲学の解説書みたいなやつやってんけど、そこに本の帯に受け売り彼氏とモノマネ彼女に捧げるって書いてあった。それを見た時に俺も受け売りモノマネやなと思ったわけよ。結局僕もいろんなところでものを聞いたりものを読んだりした中で、それを僕の中で咀嚼をして、でこうやって喋ってるわけやんか。
今僕が喋ってることは僕的には全部僕のオリジナルだと思ってるんやけども、これはどっかで学んだことであったりとか、どっかで読んだことと A と B と C を3つ合わせて、そこに僕の体験を掘り込んで、で一つの形になってるなって思うんだよな。吉田さんも週の時はあったっていうことですか？あったんやろうけど、もうとりあえずその自分の宗派を作りたいという思いがすごく強くって、コンサルタントでさ、こう講演とかセミナーの時にマーケティングの神様と言われてるドラッガーはこうこう言うてますとかっていうやつおるやんとか、マイケル・ポーターの基本的な顧客思想の発想はみたいなんで、なんとかシューペンターなんとかが言っている ABC 理論によるとって、それをネタで喋るコンサルおるやんか。あれってさ、ドラッガーのことを本読めばかんねやから、別にお前から聞かんでええんやん。お前はどう思ってんねやって話やんか。なんなんそれ、ドラッガーがとかマイケル・ポーターがって。僕はセミナーでも講演でもやけど、絶対それ使わへんねん。全部吉田理論なんや。それで実は45かなぐらいからハウツーものの本読まへんようになったんや。実は僕が読んでるのは宗教の本とか哲学に近いような本とか心理学に近いような本とか読んでるね。そっからパクりまくってんねん。でもな、さっきの話だけど、武田誠治って知ってっか？もう知らないです。この中で今聞いてる人の中で武田誠治知ってる人きっといてると思うねんけど、100人に1人だと思うわ。ひょっとしたら200人に1人かもわからへんな。ほとんど知らんねん、武田誠治のことを。武田誠治からパクっても誰もわからへんねん。さっきから気になってるんですけど、どなたなんですか？武田誠治っていうのはフランス文学の研究者なんやねんけど、彼が哲学が好きで哲学の解説本書いてんねん。いろいろ哲学ってやっぱ難しいやんか。でも彼の解説本すごく分かりやすくって、そこに書かれてることで僕が使ってるネタで武田誠治のネタっていっぱいあるねん。これはもうほぼ 100% パクってんねんけど、僕はそれ喋るたんびに、いや武田誠治がこう言うてますことは一言も言ってない。もう自分のオリジナルにして喋ってる。そうですね、例えば武田誠治さんをパクるのと、ドラッカーからパクってくる人と、そこには何かの明らかな違いがあるんです、吉田さんの中で。ドラッガーがマーケティングを定義してるんかな、分からんけど、そのマーケティングの定義そのものを僕がマーケティングを定義しましたっていうので言って、それドラッガーと一緒やんけって言われてまうやんか。それともう一個は、武田誠治はそのフランス文学者で哲学の話をしてて、企業とか創業とは全く違う世界の人なんやんか。でそれを僕がなりに咀嚼すると、これは企業創業しようとする子たちに考え方がパクれるなと思うわけよね。で使うわけやんか。マーケティングの世界で他の誰かが言ってることを同じマーケティングの世界でパクって自分の意見や言うのは、バレるわな。要するに咀嚼されてないわな。それで思い出したのが、吉田さんがよくおっしゃってるので、アイデアに支援を与えるとか、あれどういうことなんですか？僕のところに相談に来てくれて、授業アイデアみたいなのがあって、それをどんどん組み立てていってプランにしていくんやけど、これを1000人の人に話してごらんというね。1000人の人に喋ろうと思うと最低でも1年以上かかるな。でそれを喋っているうちにいろんなアイデアが返ってくる。当然反対意見も返ってくる。それをもう一回自分で噛み砕く。でそれでもっと自分のアイデアみたいなものを補強していくっていうことを、これが言ってるビジネスプランに試練を与えるってことやねんけど、どんどんそのアイデアそのものが、プランになりつつ筋肉質になってくるな。筋肉質っていうか、その力強くなってくるな。要するにたくさんの反対意見を聞くことによって、それに対してはどういうふうに対応するんかみたいなことも全部こうシミュレーションできていくわけやんか。それがビジネスプランに試練を与えるってことなんやけど、でもう一個あって、これは僕やねんけどどうやろみんな自分のアイデアに飽きひんか。そのさっき一番最初みたいに、これめっちゃいけんちゃうんと思ったけど、一晩寝て次の日考えたら大したことなかったみたいな。でこれいけるなと思って、例えばやけど簡単な A41 枚の企画書に作って、でいろんな人に話してみる。でいろんな意見が来る。これめっちゃ面白いなって言ってくる人もいてるし、分からんわっていう人もいてるんやけど、していくうちにその意見も取り入れながらどんどんそれをブラッシュアップしていく。それを僕はその筋肉質にするということを言うてんねんけど、こうしていく中で1年間やって本人が飽きひん。あの時盛り上がってたけど、これいろんな人の意見聞いたりとか、こうやって文章にしてちょっと科学していくと大したことないなと思ってくるわけよ。それが1年いろんな人に喋り続けるとまだ飽きひんっていうと、これ形になるな。今日の整理すると、アイデアがない人は起業するべきではないっていうと、必ずしも真新しいものが思いつく必要はない。まずその今の話、全く新しいものと新規性っていうんだけど、新規性がすごい高いビジネスってそうないからさ、別にそんな新規性が高いものを考える必要はなくって、で自分がやりたいことがある程度ぼやっとしてる、ぼやっとでもあるんやったら同じ業種のところへ勤めりゃええんや。
でこれ結局パクリに行くわけやんか。うちの会社にもそうやったけど、もう将来独立しますってことを前提で来てくれる社員もいてるやん。でこれってまあ反対に言ったらこの子パクリに来たわけやんか。でも僕なんか全然大好きやん、そういうやつ。だって働くもんめっちゃ。やらんでもええっていう仕事までしおるかな。その期間が例えば3年やったり5年やったり短いかもわからんけど、その間彼がうちの会社に貢献してくれることは間違いないので、だからそういうふうに最初から起業するってことを前提で来てくれる子なんかも全然ウェルカムやし、悔しかったら俺抜いてみて。さっきの手張りもそうなんやねんけど、こう師匠真似るやんか。師匠も学んどるからさ。だから師匠のケツ追っかけてる間は絶対抜かれへんねんて。だからどっかで離れなあかんねん。で僕はそういうふうに思ってるんで、もう企業とか創業の世界っていうのはそういう仲間が集まってるからさ、まあ、ビジネスプランに試練を与えるってことでもないもう含めてやけど、僕こんなこと考えてますねみたいなのをコメントに書いてくれたら、まあそれは賛否両論いろいろ面白いっていう人からそれあかんのちゃうかいう人いっぱい出てきて、それそのものが君のプランとかアイデアをブラッシュアップしてくれると思うよ。ということでぜひともチャンネル登録をしてください。今日はこれで終わり。